海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのチャバリータです。今回はゲストに竹村大輔さんをお呼びいたしました。竹村大輔です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。竹村さんがどんな方か、ご存知ない方もいると思うので、僕の方から簡単に紹介させていただきます。竹村さんはですね、ハンドソーナンバーワン決定戦川俣杯の2年連続優勝、現ハンドソー世界チャンピオンです。ありがとうございます。はい、そんな世界チャンピオンをお呼びして今回は新商品の紹介動画になります。今ここに並んでいるのがそのラケットになるんですが、その名もスタリオンという新製品になります。ありがとうございます。最初に申し上げておきます。このラケットを持ってハンドソーラケットは新しい時代に入ります。このスタリオンはですね、どういったハンドソーなのかというと、もうズバリ中上級者向けハンドソーです。それはつまり今シェイクでプレーしている中上級者の人もこれだったら満足して使っていただけるだろうというハンドソーになっています。そして何を隠そう、昨年2025年に行われた川俣杯、竹村さんが使ってたのがこのスタリオンになるわけですね。ということはですよ、竹村さん、発売前にして世界を取ったラケットとありがとうございます。竹村さんにお聞きしたいんですけど、はい、このラケットを使う前からハンドソーを使われてたじゃないですか、はい、その今までのハンドソーとこのスタリオンが違う点ってどういうふうに感じてますか？違う点はいくつかあるんですけれども、はい、大きく違う点としてはこのラケットは非常に回転がかけやすいラケットになってまして、はい、で以前のラケットは割と反発が強くて当たった時にすぐにボールが飛んでいってしまう感覚があって、ミットとかはやりやすいんですけれども、どうしてもドライブとかチキータする時にちょっと使いづらいなっていう印象があったのが1点と、はい、あとこの撃鉄の部分ですね、ここが、はい、ここですね、今までの、ハンドソーラケットだとここは指がかけられるような、仕様にはなってなかったけど、この部分はちょっと厚かったんです。ただこれがすごく薄くなっているので、この部分に親指をこうやってかけやすくなっているので、バックドライブだったりチキータが非常に、使いやすくなっているというところがあると思います。ありがとうございます。それでは、早速なんですけど、世界チャンピオンのねプレーをここでいやごめんなさい、スタリオンと世界チャンピオンの素晴らしいハンドソーのプレーをぜひ皆さんに見ていただきたいと思うので、まずは試打動画の方をねご覧いただきましょう。はい、よろしくお願いします。ではプレー動画どうぞ。スタリオンの試打動画になります。今回使用しているラケットは竹村さん自身のラケットになります。ラバーは両面ともバタフライのザイヤー03になります。まずはフォアハンドです。ハンドソーはシェイクよりもヘッドが低くなるので、ペンホルダーのようなボールになりやすいです。それはつまりシェイクよりも威力が出しやすいと思うかもしれません。しかしこれまでのハンドソーではボールに十分な回転を加えることができませんでした。新時代のハンドソーであるスタリオンならシェイクをもしのぐ素晴らしい攻撃性能を発揮します。対上回転になります。相手のドライブに対するカウンターですが、しっかりと回転を利用しドライブをかけ返して打つことができています。続いてバックハンドです。これまでのハンドソーでは回転性能に限界があったため、バックハンドもミート主体の打ち方しかできませんでした。フォアハンド同様、スタリオンならバックハンドでも質の高いボールを打つことができます。後陣からのバックハンドも回転を駆使して鋭いボールを打つことができます。これまでのハンドソーでは考えられなかったことです。
下回転をバックハンドのドライブで持ち上げています。特筆すべきはやはり回転量です。動画では分かりにくいかと思いますが、グッチーさんもたびたびブロックをオーバーしてしまうほどの回転量です。バックハンドの対上回転です。これまでのハンドソーではブロックもしくはミートによるカウンターしかできませんでしたが、スタリオンなら上回転をさらに上書きしてドライブによるカウンターが可能となっています。チキータでのレシーブになります。ここまで満足にチキータができるハンドソーは歴史上初であると私は断言します。そして満足にチキータができるハンドソーが完成して初めて分かったこともあります。それはシェイクやペンホルダーよりも回転を加えた上でチキータの長短の差を出しやすいということです。回転重視でありながら低く短く上級者のチキータレシーブがスタリオンなら可能です。最後にオールです。今回スタリオンを開発して多くの発見がありました。はじめは純粋にこれまで存在していなかった回転のかかるハンドソーとしてスタリオンを作りました。そしてその回転性能を実現したことでハンドソーの本当の進化に気づきました。フォアハンドではシェイク以上の威力が出しやすく、バックハンドはペンホルダーの裏面のような低く鋭いボールになります。サーブ、レシーブ、ツッツキや台上技術等においてシェイクよりも多彩なプレーが可能であり、ペンホルダーよりも両ハンドに優れています。スタリオンは現在ハンドソーラケットを使っている人に限らず、シェイクの人もペンの人も卓球をプレーする全ての人におすすめできる全く新しいラケットと言えます。まさに新時代のラケットの誕生です。素晴らしいプレーありがとうございます。多分地球の歴史上最もいいハンドソーのボールが出てたと思います。本当ですか？はい、これは間違いないと思います。ありがとうございます。このガイアの歴史上、ハンドソーの歴史上ですけど史上かつてない威力のボールがハンドソーで出せてたと思いますね。ありがとうございます。それではここからはこのスタリオンがいかに新時代のハンドソーなのか、その部分を紹介していきたいと思います。で、まず大きなテーマ、何をもってその中上級者向けとなりうるのか、それは冒頭でも竹村さんおっしゃってくれてたんですけど、ズバリ回転です。回転がかかるハンドソー、回転がかけれるハンドソーということなんです。そんな中で特徴のその1、このスタリオンは現代の卓球の評価の中で最も支持されている合板を採用しています。ここですね、見てください。5枚合板、まずプラス特殊素材アウター、そして板厚が 5.8 ミリ。もうねこれ実際 P 入れますけどね、P 入りますけどP 入るんですけど、そのままなんですか？レシピはね。レシピ。はい。つまり現代における一つの最適解ですね。威力も出てかつ回転もかけれる、市場で最も支持されている合板をこのハンドソーに使えたというのがとっても大きいことなんです。この流れで特徴のその2言っていいですか？はい。特徴のその2は業界初となる RVS 機構をハンドソーに採用したことです。RVS 機構。はい。RVS とはレストレインバイブレーションシステム、しなりを抑制するシステムをハンドソーで初めて採用しました。ちょっとね、工場から送ってもらった製造過程のラケットがあるんで見てもらっていいですか？はい。こちらがそれなんですけど、こんな感じですね。要するにこのグリップの設計が RVS。はい。これをですね、この板をこの RVS グリップで挟み込むことによってしなりを抑制しているということなんですね。回転のかかるハンドソーっていう話をしたんですけど、過去のハンドソーって回転かからなかったのって疑問になると思うんですよ。そうですよね。はい、実際その過去のハンドソーももちろん
回転はかかったんですけど、回転をコントロールできる設計になってなかったってことなんです。もう一個ねちょっと小道具出していいですか。はい、これねトリガーの時も出したんですけど、はい、昔のハンドソー。昔のハンドソーもう廃盤なんでいいかなと思ったんですけど持ってきたんですけど、はい、すごくねでかいんですよ先端が。でコルクで作られてる。ちょっとね竹村さんこれ玉をついてもらっていいですか。はい、特にこの先端部分でこうちょっとね玉つきをお願いします。素直に言っていいですか。はい、不快な打球感が生まれてますよね。なんか響く感じが。そうなんです。響きすぎちゃってる。響きすぎてしまっているんです。じゃあ次もう1個出します。はい、当初トリガーを作る時にサンプルで作ってたラケットなんですけど、板はちっちゃくなってます。だからしなりにくくなってるけど薄い合板です。薄い合板。はい、ちょっとこれでもう一回ついてもらっていいですか。さっきよりはいいですよね。はいはい、そこでこのスタリオンです。同じく薄い合板、これよりも薄いです。今売ってもらったものよりも薄い。でこの RVS を採用したスタリオン。じゃあこれ最後ね玉ついてもらってください。これやらせじゃなくて、やらせ今初めてやってもらったんで。全然違いますね。全然違いますよね。端的に言います。はい、もうシェイクです。いやびっくりするぐらい違いますねこれ。そうなんです。要するに過去のハンドソーというのは形の都合上どうしてもしなりが多く出ちゃうので、薄い合板を使ったとしてもとてもそれがコントロールできる打球感に仕上がってなかったんですよね。でそれをちっちゃくしてもやはりこのコルクの部分がエネルギーロスを生んでしまうので、今回のスタリオンはこの RVS ね、これですよ。これを採用して合板のしなりを極力抑えていると。もうこれ作るのが本当に大変でした。めちゃくちゃ複雑な構造してます。そうなんです。これが特徴その2ですね。本当はその1に上げたかったんですけど、とにかくこの今一番支持されている合板をちゃんと使える設計としてこの RVS というのを採用しています。RVS のグリップ、今までにない新しいものになると思うんですけど、今までのハンドソーってここがなかったわけですよね。はい、この握り心地という面ではどうですか。このラケットはそうですね、割とグリップが細い、薄くなっているので、はい、非常に握りやすい感じになっているので、バックとかの切り返しがすごいしやすいなって思ったんですよね。以前のラケットだと握る時にちょっと握力が必要だなって思う時もあったんですけど、これは割と軽く持っても振りやすいのですごく使いやすいです。ありがとうございます。ハンドソー正直、はい、グリップ部分は木の部分が大きいので、はい、重くなりがちなんですけど、空洞になっているので、はい、その分軽量化もされてて、はい、すごい工夫されてて、でなおかつ打球感もすごく手に響かず打てるのですごいと思います。ありがとうございます。特徴その3いきます。すみません、先言っちゃった。いいですいいですいいんです。ちょうど今ね、はい、言ってくれたんで、特徴その3です。はい、特徴その3はこれですね。ちょっと見えてましたけど、ドット3構造と言います。ドット3構造ドットが3つあるドット3ストラクチャーとね、命名してますけど、卓球のラケットもシェイクハンドの話ですけど、軽量化のためにこのグリップの中をねくり抜いています。でもハンドソー、当然ラケット重くなるんでくり抜きたいんですけど、ハンドソーってこの重心がね先端にどうしてもいっちゃうんですね、ラバーを2枚貼ると。だからグリップが重くある必要もあるんですよ。かつ打球感、さっき球ついてもらった時の打球感と、あとは剛性、全部をバランスよく考えた時に全部くり抜いてしまうのではなく、このようにドットを3つ設けてくり抜いて軽量化、剛性感、打球感全部バランスよく整えることに成功しました。これが3つ目の特徴です。3ドットストラクチャー。ドット3ストラクチャーです。はい。あとトリガーで採用したね DHS も採用されてるんで。DHS は何の略なんでしたっけ？ディバイテッドハンマーシステム。ディバイテッドハンマーシステム。はい。ハンドソーにおける最新テクノロジーがこのラケットにはもう全部詰まってる。すごいです。はい。そういったラケットになりますね。はい。
いかがですか、このスタリオンの最新技術と、またそれによって再現されたこの性能。いや本当に素晴らしいなんですよ。実際にラバーを貼って打ってみて、実際に私はこれが開発中の段階でちょっと試打させてもらった時に、明らかに今までのラケットと違うっていうのは感じましたし、あとは使っていくうちに実は今日試打した時もちょっと気づきがあったんですけど、この撃鉄の部分をいかにうまく使うかっていうのが、このスタリオンを使いこなす一つの鍵だなって思うので、使う人によってどう持つかはそれぞれ人の好きにすればいいと思うんですけど、それをどうやって持つのが打ちやすいのかっていうのをそれぞれユーザーさんがこう試してみるのがいいのかなと思いました。撃鉄の部分の使い方の話なんですけど、これはスタリオンだからっていうところも大きくて、例えばトリガーってね、うちが1年前に販売したラケットがあるんですけど、トリガーはすごい板の厚い作りになってまして、ハンドソー初心者の人がすごく使いやすい性能に仕上がってるんですけど、その反面やっぱり回転はかけることが難しいんです。だからこのスタリオンの合板だからこそ、よりこの撃鉄の部分の使い方が意味をなしてくるというか、すごくこれが生きてきますよね。自分で気づいたのは、シェイクの時よりも明らかにフォワードライブの威力が上がったので、おそらく多分それがハンドソーの特性だと思うんです。あとはそのバックハンドに関しても、自然とこうヘッドが下がるので、シェイクに比べて、だからチキータとかもしっかり入らなくてもある程度チキータがしやすいようなラケットの形態になっていて、ちょっと例えばチキータがしづらいとか、なかなかこう台の深くまで入ってチキータできないなっていう人とかはぜひ試してもらいたいなと思います。ありがとうございます。実際にこのラケットを何ていうんですかね、使って一回使ってもらえればこの良さは絶対に分かると思うので、まずちょっと気になった人は握ってみて打ってみてもらいたいです。そうですね。だから今シェイクで強い人も積極的にチャレンジしていってほしいですね。さっき聞いたように竹村さん自身もハンドソーに変えてよりステップアップできたっていうところもあるんで、臆せずこのハンドソーぜひ手に取ってもらいたいと思います。はい、それでは先ほどシダ動画でシダ相手を務めたグッチーさんに、その竹村さんのそのハンドソーのボールのね威力がどんなもんだったかをちょっとお聞きしようかなと思って、グッチーさん来てください。はい。前と同じ。前もこの前もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。マイクごめんなさいね。マイクください。グッチーさん、僕も先ほどのシダ隣で見てたんですけど、ちょっとね動画ではやっぱ伝わらないこのボールの威力みたいなのがあると思うんで、ちょっとその辺受けた感想を聞いてもいいですか？はい、そうですね。竹村さんのボールを受けた瞬間にもう圧倒的な回転量がびっくりしました。最初フォワードレイブをこうブロックしようとしたんですけど、もうオーバーミスの連続止まんないその回転量にちょっとびっくりしました。練習はしてるんですけど、結構飛ばしてましたからね。1回帰ったと思ったら2回目また飛ばしたりとか、1回目止まんないとか、そしてバウンド後にすごい伸びてくるんですよ。回転が多すぎてパンチが伸びがすごくて、手にもめっちゃ当たる。ブロックがなかなかできなくて申し訳ありませんって感じにずっと映像的になっちゃってたんですよ。なのでそれぐらいドライブの質がとにかく高いと感じます。しかもボールの深さあるし、しかもドライブの深さもすごくここら辺にこのなんですかね、結構深めにエンドラインに、しかも回転が鬼にかかった状態で来てたんで、ワンコースというでも取るのがめちゃくちゃ困難です。だからもう相当な威力を、これはトリガーじゃ出せないだろうなっていう、特に回転量の部分に関しては本当に回転がすごくかかってるなと思いました。質の高いボールですよね。そうです。もう本当にすごい上級者の強いドライブマンのドライブの質ですが出せるっていう、衝撃でした。はい、それではこのままグッチには残ってもらって、ラケットの特典の紹介をちょっとします。このスタリオンなんですけど、ラケットだけではないです。トリガーの時みたいに特典がつきます。今竹村さんなんか着てますね。スタリオンシャツ、なんと公認付き。はい、試合で出れるシャツが購入者に漏れなく付属します。そしてもう画像で出てますけど、3色あります。3色展開です。
ということはですよ、色に応じたシャツが付属するということなんですね。じゃあまず竹村さん黒、はい、スタリオンシャツで、じゃあグッチさんグレー、グレーのスタリオン、はい、グレー、そしてブラウン、今回ブラウンがあります。ブラウン、はい、それぞれね色に応じたシャツが付属しますね。じゃあグッチさんせっかくなんで我々も着ましょう。竹村さんも着てるんで。お、着替えましたね。お、いいじゃないですか。いいじゃないですか。こんな感じで。これはやっぱあれですか。3色買わないとですかね。間違いないです。脅すわけじゃないんですけど、脅すわけじゃないけど、入荷数って限りがあるんで。例えばこれ1色だったら3倍あるってことじゃないですか。3色ってことはこれ1個ずつがねやっぱ数限られてるんで、例えば黒しか欲しくないから黒買いたい、そういう人も早めに注文してもらわないとなくなっちゃうんで、数ないんで欲しい人は3色、はい、よろしくお願いします。そして特典まだあります。初の試みなんですけど、初回150本限定で希望者の方、私がラバーを貼って発送します。なんのこっちゃって思うかもしれないんですけど、僕実はラバー貼るのが相当 うまいんですよ。知ってます。めちゃめちゃ知ってます。多分控えめに言って世界一うまいと思うんで。マジでマジで。あ、そうっすね。いやでも冗談なく本当にこれ自分が企画したラケットでこれ買ってくれるっていうのが本当に嬉しいんで、もう真心を込めてお貼りするので、ご希望者の方150本限定でラバー貼ります。ただその際は大変申し訳ないんですけど、弊社で取り扱っているラバーを一緒に注文してもらう形になります。で希望者の方はラバー貼り希望という形で書いていただければお貼りしますので、頑張って夜な夜なね、はい、でも本当に買ってくれたらもう本当にありがたいんで、もう一個一個真心を込めて貼りますんで、何卒よろしくお願いします。はい、ここまで動画をご覧いただきありがとうございます。本当に自信作です。ハンドソーの歴史が変わる一本だと思ってるんで、今ハンドソーを使っている方はもちろん、今ハンドソーじゃない人もぜひこのスタリオンを手に取ってハンドソーを始めてみてもらいたいと思います。ご注文お待ちしております。ありがとうございます。